テキラドのジュノンです。今回はね、ウォームアップトーナメントの方からシンクロニックゲーミングというね、クランが優勝したんですけども、そこで生まれたね、ジャンプを使ったルートライダー編成を紹介していきたいと思います。シンクロニックの方と、トライブの方とね、ルートライダー編成をね、多用してたんですけど、オーバーグロー型とジャンプ型とっていう、ところでね、ちょっと2種類新しいルートライダー編成が見れたのでね、今度はね、ジャンプを使った方を紹介したいと思います。オーバーグローを使った方はね、もうすでに動画として上がってるので、ぜひそちらもご覧ください。それでは早速やっていきたいと思います。さあ見ていきましょう。見てください。タイムもめちゃくちゃ早いですね。1分10秒ぐらいでの全開という形で、さあスーパーバーバリアンを使ってサイドカット、キングを使って3時の区画に入れていきます。さあルートライダーパート発進ですね。これはオーバーグローと同じように10日弊社を使うやり方になってます。で、スケルトンを置いてからジャンプをキングのために使っていきます。やっぱりね、ジャイアントガントレットっていうのが、現状一番強いヒーローギアかなとは思うんですけど、それをね、全面に活かしたこのジャンプですね。キング単独で歩かせて、キングのためにジャンプを使ってあげるっていうようなやり方になってます。で、他の動画の時にも言ったんですけど、ここ、防衛軍スーパードラゴン出てきてますね。クイーンを外周部に流す関係上、スーパードラゴンを処理できるユニットがいなくなっちゃうんで、今回はこういうね、スーパードラゴン防衛援軍というところ、キングがこれをジャイアントガントレットジャンプに乗ってぶちのめしていって、終点裏の方はスーパーバーバリアンで開始を入れて縮めていくと。で、ロイヤルチャンピオンも進んで、クイーンも進んで、終点みんなで集まってくるみたいな形、めちゃくちゃ強いですね。いや、キングまだ生き残ってますよ、この状況。一人でジャンプさせてね、ぴょんって飛ばしただけなんですけど、これまだキング最後まで生き残りつつ、ユニットもめちゃくちゃ残っての前回。これめちゃくちゃ強い。さっきとほぼ一緒というか、全く一緒レベルの配置がね、もう一個出てきましたよというところ、同じようなやり方でこちらもやっていきます。ジャンプを使っていくと。テスラがここ出てきてしまってるので、そこに対してバールキリー、スーパーバーバリアンを合わせて、キングをね、内側に入れていきたいと。テスラの位置がちょっと変わってんのかな。で、ルートライダーパート発進ですね。で、ヒーローの処理が大事になってくるのでね、ルートライダーではね、ヒーロー処理ができないので、しっかりストライカーを合わせてあげます。で、レイジからのトームを入れていくと。で、今回もスーパードラゴン出てきましたね。これはルートライダー対策というところ、シングルインフェルノに対してはスケルトンの呪文を使うことで対応させつつ、キングに対してジャンプを使ってジャイアントガントレット発進。強いっすね。さあ、ジャイアントガントレット入って、ここ、イーグルモノリスを一緒に折れる、このハイダメージの力っていうのがやっぱ強いっすね。で、タウンホールのところ、ちょっとスーパードラゴンを処理することができてない現状なんですけど、ロイヤルチャンピオンがようやく処理をしてくれて、クイーンの方はクロック使ってヒーラーを生み出しつつ、10日弊社に合わせてホグとかね、バルキリとか外周歩いてますね。クイーンはクローク打って、ロイヤルチャンピオンの方も能力解放済みでヘイスト薬で走ってるような状況。さあ、キングもここフェニックスついてるのでね、ここまで生き残ってくれてと同じようにしっかり全開が取れていく。再現性も高いですね。さあ、ジェネラル X、こちらもジャンプを使ったルートライダー編成、スーパーバーバリアンも入れてというところ、結構ね、ルートライダーとバルキリーの数がね、他のクランよりも少なかった印象ですね。6体と4体という形になって、まずはキングだけを歩かせつつ、10日弊社使って、ルートライダーパートも発進していくような感じです。ちょっとキングね、早い段階で入れすぎかなって見てるときは思ったんですけど、ルートライダーがここからスタートして、ロイヤルチャンピオンも12時のところから投げ込まれているというような状況になっています。今回も防衛はスーパードラゴンがやはり出てきているような状況ですね。で、レイジを置いて、ヒーローの処理のためにストライカーを合わせて、クイーンの方はクローク打つことでここ、ヒーラーを生み出して、下側突破させていこうというような狙いですね。で、キングはここでようやく解けていくと。単独突っ込みで結構やりすぎかなと思った中でも、ここまで生き残ってくれてるっていうのもね、やっぱ強いっすね。さあ、クイーンの方も生き残れるか、下側。これかなり大事なところだったんですけど、ヒーラー人形強いっすね。ヒーラーを生み出してくれるヒーラー人形の方が、最後クイーンの方を生かしてくれて、ロイヤルチャンピオンの方もここぐるぐる回って、裏からスーパーバーバリアンを挟み込んで、防衛のね、スーパードラゴンがこうして無双するので、ルートライダー編成に対してこのスーパードラゴンっていうね、防衛援軍はかなり強いですね。ルートライダーこれ全滅なんですけども、施設の方も全滅ということで、ナイス展開。うん。さあ、ナビとの対戦でのシンクロニックですね。こちらもジャンプ型というところで。一本ね、昨日紹介したオーバーグロー型のね、ルートライダー編成でね、ナビの1番手 P カストロが星1を取ってしまいという苦しい試合でしたね。援軍に対してここはキングをぶつけていくような感じ、援軍処理をねキングにやらせていくと。で、アイゴレとかの方もね、これハイダメージでジャイアントガントレット処理することができますからね。
で、モノリスを止めていくようなフリーズを打ってターゲットをルートライダーに移し替えていく。このジャンプキングを最大限活かしてますね。で、10日弊社外周歩かせつつ、ストライカーを混ぜて、ここで一気のトーンも入れていきます。で、クイーンの方も、ここはクロークをそろそろ打たないといけなくなってきているところなので、打たないと死ぬけど、うわー、打ったけど死ななかった。ワンチャン死にかねない今の当たり方だったね。さあ、タウンホールのところフリーズかけつつ、ルートとしてはちょっとずれて、モノリスとかタウンホールとか完全にそれちゃってるんでね、ここ、守れるかな、どうかなというようなアタックにはなってるんですけど、スケルトンの呪文でモノリスのターゲットも拾いつつ、呪文がもうラストですからね、これ。10日弊社から出てきたこのスーパーガーゴイルでモノリスの方は落とされていきます。さあ、タウンホールの方も残っていってどうなるというシーン。ジャンプ採用で援軍にぶち当てていくのもうまかったっすね。さあ、クイーンの方がぐるぐる回っていって、ロイヤルチャンピオンが回ってきます。さあ、ロイヤルチャンピオンの方は、ここで能力を、まだフォックスだね。能力を残した状況。ここで能力解放。ヘイスト薬ですね。さあ、スーパーバーバリアンとかも裏からも刺しつつ、さあ、タウンホールのところ、これ、ヘイスト薬が頑張って、なんとかタウンホールを落としていくと、ワンチャン守れるかなというようなアタックだったんですが、持ってかれましたね。さあ、続けてもジャンプ型ということで、キング使ってウォールブレーカー、スーパーバーバリアン、サイドカット。この辺も一緒ですね。キングのためにルートを作ってジャンプを使ってあげてというところ。ルートライダーのルートをジャンプキングで作ってあげるみたいなイメージですね。で、外周部は10日弊社を流しつつ、ルートライダーパート発進です。キングのこれって強すぎだろ、今のジャイアントガントレット。強すぎたね、今。さあ、ここも、範囲ダメージとかでね、投石とかロイヤルチャンピオンにもダメージが入って、投石ロイちゃん落ちましたよ。強すぎるね。サイドカットとして呪文をジャンプっていう呪文を使ってね、使ってはいるんですけど、レイジなしでもう、レイジ薬がやっぱ強いんだね。レイジ薬とガントレットっていうコンビが。で、ウォーデンしっかりここまでね、能力を残しておいてからのヒーリングトーム解放です。アイゴレに捕まったのでちょっとだけ時間を止めてくれてるんですけども。レイジもここは乗っていって、タウンホールの方はルートライダー。クイーンも今回は内側で使ってますね。今までのルートライダー編成ってクイーンを外周で使うことが多かったんですけど、キングはああいう外周で使ったことで逆にクイーンを内側に入れていくっていう役割をね、変えていくっていうのもありなのかなと思います。火力の高いところはね、レジスターとして残ってはいるんですけど、クイーン、ロイヤルチャンピオン能力が残った状況、クローク打ってヒーラーを生み出しつつ、ルートライダーもかなり生き残ってますね。ロイヤルチャンピオン能力発動でヘイスト薬です。で、外周部の防衛施設に関しては、こうやってスーパーバーバリアンでまとめて後ろから攻撃してあげると。いやー、強いね。ジャンプ型も強いね。やっぱジャイアントガントレットが強いので、それを前面に生かすっていう形。一番強いのなんだって考えた時に、その一番強いのをね、一番強い使い方してあげると。もう限界まで強い使い方してあげたね、このキングのジャンプでしたね。さあ、アッパーブラケットのね、決勝戦、トライブゲーミングとね、シンクロニックとの対戦だったんですけど、ここでもジャンプが炸裂します。10日弊社キングクイーンと置いてルートライダーパートスタートしていくわけなんですけど、キングのためにこうしてジャンプを打ってあげると、スケルトンの自慢はもうちょい、モノリスのターゲットを取りたいんだけど、マルチ IT のね、幅も結構近いので、モノリスだけのターゲットを取るスケルトンがなかなか打ちづらかったのかなと思います。さあ、ここキング結構捕まってるんで、どうなんだろうなって感じなんですけど、さあ、これ、モノリスを範囲ダメージで殴ったことでタウンホール起動します。が、ここで戻ってきて、これ、タウンホールまでキングで拾いに行くようなプランなんですかね。えぐいよね。さあ、なんとこのキング、モノリス援軍処理した後に、タウンホールまで落としきっちゃいます。この後、フェニックス込みで。いやー。これができるならジャンプキングの意味がありますよね。めちゃくちゃ強いな、それっていう。そんなに暴れるそれ、いけちゃうのやばいね。そうするとクイーンの方がね、今クロック使ってヒーラーを生み出してるんですけど、火力の低いところ外周部歩かせることができて、ロイヤルチャンピオンここで能力発動ですね。いや、これめっちゃ強かったっすね、これも。ジャンプキングを、いかに強いかっていう、最大限活かしたアタックでしたね。ジャンプ型のルートライダー編成っていうのもね、今後もしかしたら流行るかもしれないですね。
シンクロニックこういうのね、うまいからね。こういういい戦術生み出すの。さあ、続きでも見ていきましょう。ジェネラル X と。カードテスラ巨爆っていうところでね、透過弊社とかそういうのがセットされた瞬間だったら大ダメージが入るような形。ここもキングをジャンプで進めていくようなやり方ですね。さあ、透過弊社セットしてルートライダーパートがスタートしていきます。クイーンを外周に歩かせるときはこうしてヒーラー人形を使うことが多いですね。ジャイアントガントレット入れていく。シングルインフェルノもあるんでね。そうですね。ここはフリーズしっかり打ってあげて、キングの方で投石クイーンを処理していく。ここもシングルインフェルノまでジャイアントガントレットでダメージが入っていく。簡単に折ることができました。中心部の方はトームを打ちつつ、キングと反対サイドの方に進めていくっていうようなプランですからね。で、スーパーバーバリアン使って6時のキングの処理まで狙っているところ、クイーンの方にレイジを置いてあげるところ、こことかうまいですね。ユニコーンにレイジが乗っかることで回復量も上げつつ、タウンホール触る瞬間に黒くってヒーラーが生み出されるみたいなイメージですよね。回復量も上がっていきます。その隙に反対サイド、ロイヤルチャンピオンと東海弊社から出たスーパーガーゴイルが無双して、中心ね、キングが作ってくれたルートを生かして、ルートライダーもしっかりまっすぐ進むことができたと。いやー、強いっすねー。めっちゃ強いなー。見ていきましょう。ジャンプ型というところで。他のルートライダー編成よりも何度も言ってるんですけど、ルートライダーとバルキリーの数が少ないですね。その分、スーパーバーバリアンをかなり多めに積んでるっていうのが特徴かなと思います。スーパーバーバリアンを多めに積むことによって、サイドカットだったり、最後のね、裏側の防衛施設たちにも触れるっていうところが強いかな。タウンホール真ん中の配置じゃないようなタイプの時にね、刺さりやすいのかなと思いますね。さあ、やはりカドテスラとかも今回の大会、一つ防衛が取れればね、かなりでかいので置いてる人多いですね。さあ、ルートライダーバルキリー全部1点出しでスタートしていきます。ここら辺ね、トライブも上手くて、バネを外周部に置きまくってることで、バルキリーとかね、スーパーバーバリアンとか飛びまくってるんですよね。この辺はうまいね。で、キングのためにここジャンプ置きつつっていうようなプランニングになっていますね。とか、弊社がサイドカットしてくれるので、ルートライダーもしっかりまっすぐ進ませることができると。ですが、ちょっとこれ、キングの方がね、ジャンプかかってるっちゃかかってると思うんだけど、エリクサータンクの方が近いので、エリタンの方に戻ってきてしまうと。で、クイーンの方がね、穴開けをしてタウンホールマンの方にね、進ませるルートができてるんですけど、逆にこれ、外にかかってるジャンプによって、クイーンがこっち戻ってきてしまうんですよね。で、キングはやっぱりジャンプかかっていたみたいでこっちに戻ってきてしまうと嫌な流れにはなっていきますが、ジャイアントガントレとここまでね、逆に言うと温存ができたので、このジャンプも強いですね。ちょっとね、2日目がね、かなり配信的にもラグい、公式さんからね、もらってるあれなので、公式配信もラグかったんですけど、ちょっとラグ目と。ロイヤルチャンピオン能力解放して、ブーメランヘイスト薬というかなり攻撃的な2つを持ち込んでますね、今日は。はい。なんとかここ突破することができて、ジャンプに戻ってヒールを戻っていくと。強いっすね。最大限活かしきれなかった感じにもあったんだけど、それはそれでしっかりジャンプも活躍しましたね。ナイス全開でトライブ相手にもしっかり引けを取らない、いい展開を作っていきます。決勝戦ですね。決勝戦まで勝ち上がったシンクロニックが、今回もジャンプ型を使っていくというようなやり方なんですけど、この辺はスーサイドラバルとか、クイヒーとかと同じようにね、キングのサイドカットをクイーンで入れてあげて、キング入れて、ルートライダーと、東海弊社を置いてスタートですね。で、ジャンプをキングのために打ってあげるというような形になるかな。はい、ジャンプ来ましたね。で、レイジを置いてあげてからストライカーも混ぜて、一気のトームをそろそろ構えてるのかなと思います。いいトーム、ヒーリングトーム入れて、キングジャンプ、走る。クイーンの方がね、ここターゲット取られたところ、ユニコーンもやられちゃうとね、回復量落ちちゃうんでね、今、超弾逮捕フリーズしたのはいい判断かなと思います。タウンホールのところフリーズレイジとかかけてあげつつ、キングのところがね、しっかり真ん中タンクしてくれてる間にクイーンの方も進んでるので、バレないようにクイーンもね、被弾なしで進んでくれてましたね。多分オールブレーカーとか入れてあげて、ここでクローク打ってヒーラーを生み出して、終点まで頑張って進めていくというやり方。タウンホールの方はなんとかルートライダーの方も追いつきまして落とすことができつつ、この人は毎回いる東海弊社の中身はスーパーガーゴイルでやってますね。フリーズ打って、ロイヤルチャンピオンも能力残ってたので、ここも重ねて打ってあげてという形です。ナイス。
いやー、ジャンプ型もかなり魅力的だなと思いますね。オーバークロー型もね、面白いなと思って見てたんですけど、ジャンプも強そうだな。はい、というわけでね、最後のアタックにしようかなと思います。決勝戦ラストアタック、ちょっと変わったね、ジャンプの使い方にはなってたんですけども、やっていきましょう。VM レガシーの方が、こういったね、インビジブルタワーを2つ採用したタウンホール真ん中の配置っていうのをたくさん使ってました。これがね、やっぱルートライダーの対策になるということで、レジェンドリーグとかでも結構流行ってるタイプの配置の編成の一つですね。で、今回はゴーレムを使うことでクイーンの盾にしていきつつ、ルートライダーは左の方に流していって、ここで一気のヒーリングトーンも入れていくと。で、タウンホールがああいう感じで真ん中にあってインビジブルタワーがあるときは、こうやってウッドランチャーがね、ぶっ刺さるんですよね。ウッドランチャーを今回は使っていきますと。はい、インビジブルタワーの解除をウッドランチャーでできるので、こうしていくと。で、クイーンのために今回はジャンプを使ってってね、さっきまでのね、キングのためのジャンプともまたちょっと変わったやり方でやっていきますと。で、はいはいはい、こんな感じでね、タウンホールのところインビジブルタワーを解除してあげて、ウッドランチャープラスでここからね、キングも登場です。キングも一緒に進めていくと。で、クイーンの方もね、ジャンプに乗って外周部そのまま進みつつ、ルートライダーがね、6時から左の方向へ、クイーンが3時から上の方向へで、真ん中の方をウッドランチャーとキングで進めていくってやり方。で、これもね、ジャイアントガントレットの強さっていうのを存分に活かしたプランですよね。後出しのキングがこうしてウッドランチャーとの組み合わせだけで真ん中を無双して潰していくんですよ。このガントレットが強いで、クイーンの方のサイドカット、てか、サポートのためにね、ロイヤルチャンピオンも入れてあげて、ルートライダーの方もここまで伸びてますね。防衛援軍とかいたのに。うん。で、キングの方は真ん中、貫いたんだけど、インビジブルタが帰ってきたので、ここで一度、フリーズ、インビジブルかけられて外周に流れてしまう。ただその分、イーグル砲のターゲット、キングで吸うことができると。フリーズつけて、ロイヤルチャンピオン、ブーメラン。終点真ん中の方に集まってっての、前回さあ、最後にインビジブル隠してどうやっていく。ナイス全開ですね。これでパーフェクト優勝と、シンクロニック強かった。はい、ということでね、ジャンプ型のね、ルートライダー編成をかなり見ていきましたが、良かったですね。シンクロニックのクランしか多分ジャンプ型は使ってなかったと思うんですけど、非常に勉強というか、研究がされた今の環境のルートライダー編成の少し変えた形っていうのをやってあげることで、防衛側がね、対策してないようなやり方で全開を取っていくと。やっぱ配置の関係上ね、1日以上前に配置は作ってセットしておかないと、機能しないですからね、出せないですからね、対戦の方で。そういった意味だと、やっぱりこういった対策されてないであろう全開の取り方っていうのを生み出すと、もう配置の方ではもう手をつけれないですからね、後から、これジャンプされたら強いなーっていうやつを、後出しで出されちゃうとね、きついっすね。こういったね、環境の研究みたいなところって昔からレポティッドゲーミング、シンクロニックゲーミングっていうのはね、ほんと強いので、これは今回うまく刺さってたんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。途中でも言ったんですけどね、大会の配信になってましたので、ぜひね、全部見たいよって方は概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。